home。 僕の部屋にお帰り NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。この番組は NCT127 のゆうたが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さて最近の僕ですが、皆さんね、もう春も近づいてきて、もう天気も良くなってきたところなんですけど、最近僕ゆうたはですね、いろいろありましてですね、新たな出会いもありつつ、その新たな人たちとの出会いですごくたくさんのことをね経験して、なんかこうアットホームな雰囲気ってめっちゃいいなと思ったんですよ。でこのラジオもアットホームな雰囲気でお届けしてるじゃないですか。だからね、この春もね、もうちょっとだけ皆さんにこうアットホームで温かい雰囲気をお届けできるようにラジオ進行頑張っていこうと思います。じゃあそれでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCTU でカミングホーム。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。まずは前回出題したゆうたクイズの正解から発表していこうと思います。僕ゆうたを知ってもらいつつマニアックなゆうた知識を身につけてゆうた博士になってもらうというね、おなじみの企画ですけど、前回の問題はですね、僕ゆうたが最近毎日欠かさずにしていることはでしたね。でヒントはですね、海外にいると難しい、で一日の終わりの楽しみということでしたが、皆さんどうですか？海外に、生活されたりね、今はねちょっとコロナ禍で難しいんですけど、旅行にたくさん行かれた方とかはちょっとこの気持ち通ずるところがあるんじゃないかなとは思うんですけど、正解はですね、湯船に浸かるでした。はい。やっぱさ、日本特有の文化なんだよね。俺これ韓国に行って分かったんだけど、なんで韓国湯船ないんだろうって思ってたのね。思ってたんだけど、たくさんの国にさ、こうお仕事をしに行くじゃん。基本浴槽とね、こうシャワー室がこう別々になってるところっていうのは少なくて、基本ね一つになってるからね、こう半身浴があんまりできない。もう毎日欠かさずにやってました。でちなみにですね、僕ハマっている入浴剤の香りがありましてですね、みんなも多分使ったことがあると思うんですけど、バブのね柚子の香りが僕の一番のお気に入りでですね、コンビニでもう箱ごとバッて買って毎日使ってましたね。肌もサラサラになるし、半身浴をするとこう一日の疲れが取れるし、寝つきも良くなるので本当におすすめです。みんなもね半身浴する機会があればぜひ使ってほしいなと思います。クイズに正解された方には抽選でステッカーをプレゼントします。当選の発表は発送をもって返させていただきます。正解したという方は届くのを楽しみにしておいてください。それでは次のゆうたクイズですが、なんと今日が最後のゆうたクイズになります。最後ですよみんな。そんなね最後ということで、僕ゆうたが2問出題します。2問ね同時正解でステッカーゲットのチャンスなので、まずはねリスナーの方からいただいたリクエスト問題を1つと、あと僕が考えた、問題2つを出します。それでは問題です。ラジオネームゆずみそさんからいただきました。少年時代のゆうたが一番楽しみにしていた給食のメニューはっていうのが今回の1回目の問題ね。でヒントはですね、どうしようかな。一番楽しみにしていた給食か。給食の頃もね、俺ね名前っていうかあだ名があってね、つまみ食いのゆうたって言われてたんですよね。自分の好きなねおかずとかが出た時に結構ね、なんかトイレとか行った時にパッて食べたりしてたんだけど、そのぐらいこの食べ物は好きでした。でヒントはちなみにあれです。僕米よりパン派でした。パン派でなんかついてるものとかよりはシンプルなやつが好きでした。これ結構ヒントだな。でちなみに長細い。でちょっと黒い。これがヒントかな。わかるんじゃない？わかんないよ。今のパンがどんなものなのかわかんないけど、俺の当時のパンは長くて黒かった。そんな感じですね。じゃあ次の問題いこうと思います。これはゆうたからの問題ですね。最近僕ゆうたね、日本に行ってたことを皆さんご存知だと思いますけど、そんなゆうたがですね、日本でハマって結構行ってた、喫茶店っていうのかな、なんて言うんだろう、カフェがありました。そのカフェは何でしょうか。これ多分難しいと思うから3択にするか。じゃあ3択でね。1、コメダコーヒー。2、スタバ。
3ドトール。この中からゆうたが、日本に来てハマったコーヒーショップはどこでしょうかという問題にします。ヒントはね、もうありません。もう3択なので皆さんが思うままに答えてもらえればなと思います。メッセージとツイッターで皆さんの答えをお待ちしています。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームから受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。締め切りは放送から1週間となります。2問同時正解された方の中から、抽選でねステッカーを差し上げますので皆さんどんどんご応募ください。次はどんな企画でステッカーをプレゼントしようか僕ゆうたも絶賛考え中なので皆さんお楽しみにしておいてください。でですね、さっきも言ったんですけど僕が先月はね久しぶりに日本に帰って結構な時間を過ごしていたんですけど、やっぱ日本に久しぶりに来て感じたことがねすごくたくさんありました。やっぱりねコンビニが世界一だと思う俺はね。韓国もすごい充実してんだけどやっぱりね日本のコンビニっていうのはね素晴らしい。もうコンビニばっかり行ってたような気がするぐらいコンビニに行ってたんですけど、やっぱあとね天気が良かったな。それは俺が日本にいた時のあれなのかもしれないけど天気がすごい良くてですね、なんか街も綺麗だしなんか人もあったかいしいいなーって思いましたね。でですね、そんな日本は、タコ消費量世界一なんだそうです。はい、僕も言うとも知らなかったんですけど、全世界のタコのね消費量のうち半分以上を日本人が食べているとも言われています。ほぼ大阪人が食べてるのかなとも思うんですけど、韓国でもちなみにねタコは人気です。そもそも世界にはねタコを食べる習慣があまりないのだそうです。それびっくりですね。なんか子供の頃からさすごいたこ焼きとかいっぱい食べてたからそんなに日本が食べてるんだとは思わなかったのですごいですね。たこ焼きプリンスのゆうたとしてはですねタコをもっと推していきたい。やっぱねタコって素晴らしいと思うんだよね。たこ焼きとかもそうだけどさ、あんなさちっちゃいさ丸の中に入れられてもさあんなに存在感を出してるタコっていうのはさやっぱりさ唯一無二の存在だと思うんですよね。だからタコ大使みたいなのにちょっと僕ゆうたを任命してくれれば僕がね全世界にタコを広めたいなと思います。はい、何の話っていう話なんですけど、そんな日本を満喫した僕ですが、ますます5月と6月に行う NCT127 セカンドツアーネオシティジャパンザ・リンクが楽しみになってきましたね。名古屋、東京、大阪でみんなに会えるのが本当に楽しみです。はい、僕言うてもですねドームツアーっていうのを一つの目標に掲げてきたのでようやくこの日が来たかと、今ねもう気合十分で絶賛メンバーとね、準備してますので皆さん楽しみにしていてください。もうね最高の思い出を一緒に作りましょう。それではここで一曲をお送りしましょう。 BE:FIRST でキックスタート。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、お送りしたのは BE:FIRST でキックスタートでした。続いてはリスナーの皆さんからのメッセージを紹介していこうと思います。ラジオネームアロエさん、ゆうたくんただいまお帰り、いやお帰りなさい。日本に帰国していたのでびっくりしました。そして表参道のカフェにて遭遇したシズニーです。あそこにいてくれたんだ。並んでいたら颯爽と現れたゆうたくん、こんにちはって言われたそんなんだったかな。こんにちはって言われたけど並んでいたみんなはポカーン。あれ気づいてないとゆうたくん、まさかとなりカフェの開店を待っていた私たち大興奮しましたが、騒いじゃいけないと思い静かに大興奮でした。お店に入ってもドキドキ、手を振ったり声をかけてくれたり本当に優しいゆうたくん、あの時お帰りって言いたかったけど言えなかったのでこちらにメッセージを送りました。ゆうたくんと会えて本当に嬉しかった。ふとした瞬間にゆうたくんが日本にと何度も思っています。とにかくお帰りなさい、少しでもゆっくりできますようにというね温かいメッセージをいただきました。僕もね思ってたことがあったんですよ。表参道のカフェに行かしてもらってこっちも気合十分で行くわけですよ。やっぱさゲリラで行くもんだからさこっちもさやっぱさキャーとか言われるのかなとか思ってたら意外と反応薄くて、あれ俺って気づいてないみたいな、
てか気づいててもそもそもその反応なのみたいな。だってさ、久しぶりのゆうたがさ、東京にカムバックしたわけじゃん。言うてね。俺もさ、2年ぶりぐらいだからさ、結構テンション上がったわけ。で、カフェに行くからさ、ゲリラでさ、マネージャーさんとさ、どんな反応なんでしょうねみたいな話をしながら、さて行きました。みんななんか、あれ気づいてないみたいな反応で、俺ちょっと怖かったんだよね、逆に。ゆうた浸透してないな、みたいな思ってたんですけど、やっぱりそうですよね。やっぱ騒いじゃいけないと思う。静かに大興奮でしたっていうことなんですけど、本当にね、僕もあのカフェ初めて行ったんですけど、すごく素晴らしいカフェで、いろいろね、僕も食べたり飲んだりしたんですけど、美味しかったです。あの時な、俺ミスったのが一個あったんだよな。やっぱ初めてさ、日本に行くもんだから、こっちもね、なんかこう髪の毛をさ、日本風にちょっと毛先遊ばしてくださいとか言ってて、ちょっと、俺もいつものゆうたじゃねえなって思いながら言ってたのよね。それもあったね。俺のあれだわ。ミステイクだった。ごめんね、みんな。まあ温かいメッセージ、アロイさんからいただきました。ありがとうございます。じゃあ続いていきたいと思います。ラジオネーム、京香でございます。癖がすごい。ゆうたくんただいま。いつもラジオを聞いて幸せに浸っています。今ものすごく遊園地に行きたいのですが、ゆうたくんが遊園地で一番好きな乗り物や、遊園地に行ったらこれは必ずするということがあったら教えてください。本当に毎回ゆうたくんのお話のうまさに感動しています。いやいや、恐縮です。これからも体に気をつけて過ごしてください。大好きです。応援していますというメッセージをいただきました。そうですね。まあ遊園地に最後行ったのが本当に富士急、そう、メンバーと一緒に撮影で行った富士急が最後なので、僕ね、遊園地もすごく大好きで、それこそね、大阪に帰った時とかユニバだったりも行ったりするんですけど、行きたいですね。まあ、ちなみに一番好きな乗り物は、メリーゴーランド。俺ね、ジェットコースターとかあんま好きじゃないのに、実は。ビビリのゆうたなんだよね、そこね。お化け屋敷とかも嫌だし、メリーゴーランドでもうゆっくりこの遊園地の景色を眺めてたいわけ、俺は。だから俺、なんか遊園地行って乗り物乗るとかじゃなくて、そこの世界観を楽しみたい。ポップコーンとか食べてね。じゃあ続いていきたいと思います。ラジオネーム、マサル父さんは男前さん。癖がすごいな、今回。ゆうたくんただいま。お帰り。いつもラジオ楽しく聞いています。もうすぐ春ですが、まだまだ寒い日も多く、冷え性の私には辛い日々です。そうですよね。先日見かねた娘が持っていたカイロを譲ってくれたのですが、私の手の冷たさが勝り、娘が手のぬくもりでカイロを温め直しては渡してくれました。そもそもこの冷え性は大好きだった父から譲り受けたものです。ゆうたくんはご両親と似なくてもいいのに遺伝だなと感じることはありますか？いつも素敵なご家族とのエピソードにほっこりしています。ゆうたくんはじめ家族の皆さんもどうか健康で明るい毎日を過ごせますようにというメッセージをいただきました。そうですね。なんかふざけたりする時の声のトーンとか、ちょっと笑っちゃうとことかも父譲りだなと思うし、なんか負けず嫌いというか、ちょっとしたところでプライド高いのもすげえ父親に似てるんだろうなって思いますね。やっぱね、俺の父親も普段はねすごい面白いんだけど、やっぱね、なんかこう強がってどっかこう自分守ってるところとかもすげえ子供ながらに見て分かったから、そういうところもすごい似てるんだろうなって思いますね。俺結構外見とかは母親にってよく言われるんだけど、やっぱ中身はね父親に似てる、そういうところが似てるかなと思いますね。またね、なんか家族とのエピソードね、面白いものあったらここのラジオで話そうかなと思います。メッセージありがとうございました。さて、続いての曲は NCT127 でロングスローディスタンス。NCT127 ゆうたのゆうたトームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツ。今月は僕のマストアイテムです。今日はライブの前のマストアイテムです。その1、鏡。準備万端でステージに立てるよう、大きいものから小さいものまで欠かせません。ちゃんとメンバーそれぞれの鏡が用意されているのでバッチリです。その2、ちょっとしたお菓子。普段はあんまり食べないんですけど、気が張っているライブ直前にね、みたらし団子なんかを食べるとちょっとだけ落ち着くような気がします。その3、ユンケル。これはもうみんなおなじみですよね。メンバーみんなのライブ前に欠かせないアイテムになっています。以上、僕のライブの前のマストアイテムでした。それでは
き続き NCT127 ゆうたのゆうたドームをお楽しみください。 NCT127 ゆうたのゆうた at home ゆうた at home。 今週の NCT127 ゆうたのゆうた at home、 皆さんいかがだったでしょうか。最後にですね、今週のエライを紹介しようと思います。ラジオネームももさん。私は現在大学4年生で3月に卒業します。この1年間就職活動と卒業論文の両立を頑張ってきました。卒業論文の発表会があったのですが、優秀賞を受賞することができました。すごいですね。辛い期間もありましたが、本当に頑張ってよかったと思います。この努力をぜひゆうたくんにも褒めてほしいです。また4月からの社会人生活についても応援していただけたら嬉しいです。ゆうたくんは私たちシズニーにとって元気の源です。どんな時も応援していますというメッセージをいただきました。ももさん、それはもう偉い。すごい。やっぱね、俺就職活動とかね、卒業論文とかどれだけ大変かとかっていうのは、簡単には言えないんだけど、それでもさ、頑張って最優秀賞を受賞することってすごいと思うんだよね。これからもね、ここで使ったこの集中力とか自分にね打ち勝つっていうのをね、多分ここで学んだと思うから、これからも社会人生活頑張ってほしいなと思います。はい、ということで皆さんも頑張ったこと、何かいいことをしたなど、僕にね偉いと褒めてほしいことがあればメッセージを送ってください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうた@ホームです。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ゆうたのゆうた@ホーム DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も僕のお部屋に皆さん遊びに来てください。バイバイ。Lemonade tastes like lemonade. We just earn an hurricane. 안 들려 네 목소리는 noise. Tastes like lemonade. 짜릿하지 every day. 삼켜버려 got me feeling good. Tastes like lemonade. Feature on a hurricane. 안 들려 네 목소리는 noise. Tastes like lemonade. 짜릿하지 every day. 삼켜버려 got me feeling good. 달려갈 like 소금차. 무대를 터뜨려 like cherry bomb. Take a night.